実は普段はあまり語られない禁断の BL 過激名場面を一気に大公開。変態、尊い、フェチ、過激、4つのカテゴリーに分けて一緒に振り返っていきましょう。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。それでは早速始めましょう。変態 NC シーン、普通ならやってはいけない、見ちゃいけないと思うような状況だからこそ生まれる背徳感たっぷりの名場面。トップフォーム、ジンが蜂蜜をアキーに垂らした時の太陽のように輝く色彩と周囲が白黒に変わっていくアート表現は極上。ジンの舌が甘い蜜をまとったアキーの肌に触れた瞬間、腹の奥に重く響く衝撃。極めつけはラストの変態首ロック。この濃さは変態系の中でも堂々の1位だ。マイスタボーン、ソンは教えるという名目でジュンに強引に迫っていく。いつも厳しい態度を取るソンにジュンは嫌われていると思い込んでいた。だが実はその逆で、ソンはジュンを独占したくて仕方がない。自由を奪い行動を制限するのも全て独占欲の裏返し。特に衝撃的だったのが会社の階段でのラストシーン。オフィスという人に見られるかもしれない空間で逃げ場なく迫られる緊張感。視聴者としてはいやそこでと叫びながらも目を離せない。 BL 史に残る会社怪談事件だ。 The Next Prince、 ラミル・ペータイカップル。ラミルの独占欲は常軌を逸している。ペータイを自分のそばから一歩も離れさせたくない。その象徴が車でペータイが自らカラーをはめラミルに手綱を渡す瞬間や、ベッドで服従を選ぶその姿に思わず鳥肌が立った。この関係はただの恋愛ではない、変質をはるかに超えた変態 BL ならではの強烈な表現だ。見ている側もこれは愛なのかと揺さぶられつつ、抗えない魅力に引き込まれていく。まとめると、危うさ、背徳感、逃げられなさが極限まで高まった時に異常なまでに輝きを放つ。正気と狂気の境界線でこそ生まれる名場面。それが変態 BL の真骨頂だ。続いては尊い系。見ているだけで胸が詰まり、涙腺が刺激される大切にしたい瞬間の宝庫だ。 My Magic Prophecy。 インは人に触れると未来が見えてしまう能力を持っている。そのせいで誰とも触れられずに生きてきた。そんな彼にタップ医師が少しずつ距離を詰めていく。手が触れるたびにインの心は揺れる。拒絶したい気持ちと心を開きたい衝動、そして傷つく恐怖、その全てが数分間の沈黙に凝縮されている。そしてついに2人がキスを交わす瞬間、触れることがこんなにも尊いのかと改めて痛感させられる場面だった。 The Next Prince。 カニン王子とチャラン。護衛であるチャランは王子を思っても自分には釣り合わないと身を引いていた。だが王子は諦めない。全力で誘惑し、チャランはついに崩れる。足からキスで奉仕するシーンは恥じらいと欲望が混ざり合い、見ている側まで赤面してしまうほど。しかも王子の表情には勝ち誇った色気が満ちていて、尊さと色っぽさが同時に爆発する。この場面を見ながら私は美しい彼で平と清居が結ばれる瞬間を思い出した。尊い、まさにその言葉に尽きる。尊い家にはやっと結ばれる喜びと触れ合いの奇跡がある。だからこそ心を震わせ BL の根源的な美しさを映し出していた。ここからはフェチ系。これはもう人それぞれ刺さるツボが違う。だが一度刺さった時の威力は最強だ。ピットベイベーシーズン1と2。爆音のエンジンとスピード感、レースと交わりがシンクロするシーンは妄想の極致と言える。視覚聴覚感覚が同時に刺激され、レースの疾走感と欲望が混ざり合う。その瞬間、これぞフェチ演出のお手本と思わされた。アドレナリンと興奮が一気に駆け抜け、完全にノックアウトされた場面だ。 ABO デザイア。ここは語らずにはいられない。アルファのミスターシエンがスーツ姿で登場する。しかもワイシャツプラスアームベルトプラスベルトプラスジャケットという完全清掃なのに、次の瞬間ガーターベルトが覗く。理性の奥に隠れている本能が一気に解放される。清掃からにじみ出る野生、これは反則だ。スーツフェチには麻薬級の破壊力、紐系には目がない私自身、心臓を打ち抜かれた。僕の指先に君の温度が触れた時、強引さと愛情が同時に存在するシーン。無理やりではなく、だが優しさでもない。そのちょうどいい強さがフェチシーンを完璧にくすぐる。さらに演出が余白を残していることで、視聴者は自由に妄
想を広げられる。フェチ系は自分だけの金銭に触れた瞬間に世界が爆発する。中毒性が高すぎて危険だ。最後は過激系。情熱が爆発し、体から始まる愛の形。大人の BL の本懐だ。ラブシー、田舎の青年ムッドと都会の作家ラック、砂浜で繰り広げられる情熱的なシーンは、海の音、波の音、そこに重なる肉体美、体の相性も抜群で、しかも美形同士。ラックがムッドを誘惑する仕草はあまりにもセクシーで、大人の BL の本領発揮と言える名場面。The Heart Killers、 暗殺者ファデルと欲望に忠実なスタイル。最初は感情を伴わずしつこく付きまとうスタイルに、ファデルもついに折れて体から結ばれる。荒々しく危険だが、だからこそ大人の BL の本質が際立つ。愛は後からついてくる。その緊張感にしびれた。4 minutes、トンクラはコンが唯一愛する男。しかし父の会社を継ぐまでは正式な恋人としてではなく、誰にも言えない愛人のように扱うしかない。回想と現実が交差する演出が視聴者の心を鋭くえぐる。2人が再び激しくぶつかる場面は過激だが、学生時代の初めて結ばれた NC シーンは切なく、むしろ尊い系に分類したいほどだった。バンコクボーイズ、サンがピースを押し込み、アートブラシで2人の体を染める。ヤクザの父から一緒にいたら殺すと脅され、好きなのに必死に拒もうとするピース。そんな唯一の NC シーンが最高に脳裏に焼き付いた。地面に広げられたキャンバスに描かれるのは愛と欲望そのもの。芸術と肉欲の融合。私はこの場面を芸術的な過激と呼びたい。 BL 史上でも唯一無二の表現だった。過激系は肉体が先走り、理性を超えた情熱が書かれる。大人だからこそ成立する BL の極致だ。以上 BL 過激名場面12本を一気に紹介。変態で鳥肌、尊さで涙、フェチで麻薬級、過激で魂を揺さぶられる。やっぱり BL の奥深さは最強だと改めて実感。あなたの心に刻まれた過激名場面はどれですか？ぜひコメントで教えてください。ではでは。